で茶巾っていう小さなタオルでここの部分をこうして拭くんですけどね、ティーボールお客さんに出すときで、だからここの部分を茶巾釣り、この辺の茶巾釣り、これ全部干渉ポイントです。で、あとここの口の縁ですよね。口、口縁っていう口の縁っていうこうなんですよね。縁。だから例えばこれだと旗反りになってる。旗反りっていうのはここの先っちょでこういうふうに沿っている。これはそうじゃないですよね。むしろ逆に中に入ってる。それでもいろんな、例えば中にぐーっと入っていくと乳母口っていうんですね。乳母口。乳母口っていうのはおばあさんの口っていうんです。歯がないから、というふうになってるから乳母口って言ってみたり、こういうふうになってたら旗反りって言ったり、これ玉口って言って、こう玉口ってわかるですか？玉口ってこういうふうになって、ここを折り返ってるのをこう折り返ったみたいな形。これ玉縁になるんです。玉縁になってる。全部あなたがポターなら全部自分がこうしようと思って作ってデザインしたもの。ただこう引き上げてやってできたのとは茶碗は大きく違う。全ての部分を細かくデザインを施してそれを作り上げたものが茶碗なんです。いいですか？だからこれ持ってください。持ってね、茶碗飲む時にこうしてくださいね。この茶碗なんかはね、そのラックファミリーって言って今、15th generation ですか、400年400 years they made only tea bowl だからそのすごく座りがいい。こうして持った時に指が収まるところが必ずある。こうして回してこの指がね収まる場所があるんです。ちゃんとこういうふうにしてこのお腹に乗せてやってこうして添えてみてください。そう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 してやるんですね。収まるでしょ。収まるとかあるでしょ。この指があるでしょ。はい、ね、同時目って言うんですけど、ちゃんとここは収まる場所が作ってある。持ってみてください。ここにこうして乗せて、はい、T セレモニーは左利きの人ができるように作ってない、考えてない、はい、みんな右利きの人だから左利きの人はすごく困るんですよね。いろんな場所にこう指がフィットできる場所がありますね。ちゃんとそういうふうに考えてあるんですね。それ同時目って胴が締まってる同時目って言うんですね。それでラックファミリーの作ったティーボールは大体その同時目がどこかにある。収まりましょう。ちゃんと作ってある。そうして見てみるとそんだけのたくさんの干渉ポイントが実はあってティーボールができてるって思ったらこのもう少し分かりやすいんじゃないですか。ティーボールとティーボールでないものの違いっていうのはよく分かりませんか？そういうふうになっていく。もっと分かりやすくないですか？やっぱり広大がすごく面白く作ってありますよね。全体的にいろんなところがあるので、まず広大を見てやったらまず一つ大きく簡単に分かれる。そこからこれはどっちかなというものに関してもう少し見てみましょうか。茶だまりはできていますか？できてないですね。これ茶だまりないでしょ。これ茶だまりないでしょ。それは同じラックファミリーを作ったものです。12th generationラックファミリーですね。これは7th generation。でそういうふうにティーボールってすごく違うんです。
ペシャルなものだっていうことが分かっていただきます。だからティーボーが高いし、日本人は大事にする。そうなんです。そういうふうなことです。何か質問がありますか？作る前に全部のことを考えて作りながら考えました。そこはアーティストだから、アーティストだから、分かりますよ。だから考えてるんだけど、考えてるのかここのハートで感じてるのか分からないけど、大体このティーボールはこんな土の塊をこういうふうにぐちゅ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 ってこういうろくろじゃないんです。こういうふうに引き上げていくんですね。引き上げて形を作って、それで出来上がったら今度は、この形削っていくんです。削っていくのに6時間と一つ。そのためにはやっぱり削っていくのにこうして飲んでどうかなとか、こういろんなことをしながら持ち上げてみたり、いろんなことをしながらこう自分のこう心とこうに、ね、質問を繰り返しながらやっていくんですね。でやっとできたもので、できてもだから本当は彼の作ったキーボードは100個作ったら100個パーフェクトなはずなんだけど、でも出来上がってみたらほとんどダメ。出来上がってみたら良くないって感じる。ものが2つあれば必ずいいものと悪いものというかね、こっちの方が強いストロングだ、こっちの方がちょっとね、どっちがいいって必ずそういうふうに比較っていうのかな、そういうものができるようになります。そういうふうにして選んでいった結果、いくつもが世の中に出されない。彼のアトリエにこう転がってます。たくさんのティーボール。でもそのティーボールは間違いなく良くない。彼のアトリエにテレビが入ったことがあって、テレビ撮影されて、その辺にいっぱいティーボール転がっていて、僕たちはいつもこのカメラの写真を見てるから、ああ良くないな、その辺に転がってるの良くないなってすぐ分かる。で、まあこれは唐津っていうわけなんです。唐津って九州ある。九州ある。その400年ぐらい前に、豊臣秀吉っていうねジェネラルがいて、でインベイドコリアンでしょ。でインベイドコリアンでコマンドです。They attack the city and many things, many places, and they kill the people. But and soldiers doing like this, but the general can, and they negotiate the bottle. You make the table. The soldiers fighting, but they made themselves. それからこう彼家来になって日本に行こうって言ったり、それから彼らの持っているこういう陶器を買ったり、そういうことをしてたんですね。だからそんな戦争にはいろんな意味があって、そういうふうにしてやってきた人たちが作った茶碗です。これも多分桃山から江戸の初期ぐらいですね。はい、少し形がこういうふうに、これ靴茶碗って靴みたいな形をしてるので靴茶碗っていうんですね。こういう茶碗はね、こういうふうになるのは江戸に入って桃山から江戸初期ぐらいになるとどんどん日本のこういう器の形がこういうふうにこう歪むんです。どんどん歪んでくるんです。歪んでることが面白い。はい、こうそれ面白い。
でここまで行って何でもかんでもいがみ出すと今度嫌になってくる。だからアールデコとアールヌーボーっていうのがあって、アールヌーボーっていうのは今度はこうすごく造形的に曲線をねやるから too much, too rich。 アールデコの方が直線的ですごくこうすっきりしていい。時代はいつもこっち行ったりこっち行ったりするわけですよ、こっちに行き過ぎたらこれが嫌になる。でその直線的なシンプルなものがよくなる。こういうものがよくなる。そう、そのわずかな間、その桃山江戸初期の間にもこういうことが起こってるんですよ。これは日本の開発で作られたもの。これが韓国から輸入された。それは韓国のそういう習慣があってこれがあったというよりは注文、日本の方が注文、こんなのに作ってほしい。そうそう、注文。最初はそうではなかった。最初はそうでなくて、韓国にある焼き物を、例えばこれももっと大きなものがあったり、もっと浅いものがあって、もっと深いものがあったりいろいろしたんですよけど、ちょうどティーボールにいいなっていうものを韓国からもインポートして輸入して、それでティーボールに使っていた。だからちょっと大きくないっていうようなものもたくさんあるんです。でそのうちその日本人の好きなものを作ってもらうっていうふうになっているんですね。その時代韓国とかこういう時期とかに関しては進んでいたりとかあったんですか？難しい質問ですけど、なんで韓国が良かったのか難しいですね。難しいです。とてもいい質問なんですけども、まず食事の話です。